はい、皆さんこんにちは、ハラムです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は朝鮮王朝の歴代王のシリーズとして23代の王様、スンジョについてお話を進めていきたいと思います。スンジョは1790年に生まれて1834年に亡くなっています。前回チョンジョをお送りしましたけども、このチョンジョのセジャ、後継ぎとして在位をします。1800年に即位して1834年までというかなり長い期間、この朝鮮王を治めていったわけです。で、副題としまして、太陽のセジャというふうに書いていますけども、このセジャ後継ぎという意味ですけども、このスンジョの後継ぎということで、イーヨンという息子がいました。このイーヨン、またの名をヒョミョンセジャ、こちらに漢字でヒョミョンセジャと書いていますけども、このヒョミョンセジャが亡くなっていくんですけども、この子供を失った父の思いということで、今日は副題として進めていきたいと思います。ドラマの雲が描いた月明かりのセジャについての話でもあります。ですから今日はスンジョと同時にこの後継ぎであったヒョミョンセジャ、イヨンについての話ともなります。ファナムチャンネルではこのように韓国や朝鮮の歴史をより史実に近いものとして解説をしていく、そういうチャンネルとなっています。それから日本の中の韓国や、それから現地の史跡なども訪れて、そして動画を配信しておりますので、今後ともよろしくお願いします。ではさて、このスンジョなんですけども、先ほども申しましたように、即位が1800年です。チョンジョが亡くなって、セジャになっていくんですけども、実際はセジャになって後にすぐに、チョンジョが亡くなることによって、この10歳で、即位ということで、この時まででは一番若くして、この即位した、王になった人物でもあります。その以降34年間即位ということで、かなりこの即位の期間のことにおいても、他の王様と比べてみても、一番長いわけではないんですけども、長い方に入るということになっています。そしてやはり、スンジョはチョンジョの息子であるがゆえに、チョンジョの気質をかなり受け継いでいるとも言われています。ですから、チョンジョが行ってきた様々な改革や業績をそのまま受け継いでいたりとか、それから特にこの愛民思想、愛民の心を持って、民をなんとかこの平等に生活ができるようにということに重きを置いていったというふうに言われています。そこでこの10歳で即位したがゆえに、このチョンスンワンフという、15歳の時に四女の王妃になったこの王妃がチョンスンワンフなんですけども、チョンスンワンフが摂政、要するにスロン朝政という政治をして、そしてこのスンジョを支えていくような形になってはいくんですけども、実際にはこのスンジョを支えるというよりは、自らが主導して政治をこの動かしていくというような形になります。このチョンスンワンフの背景になっていた派が、このピョッパという派閥です。このシー・マンジというかなり強硬派の派閥がこの政権を担っていくんですけども、それによってチョンジョの今までの改革の業績を縮小したりとか、それから廃止していくというような逆の方向に向かっていくわけです。それから天主教、前回のチョンヤギョンの話にもありましたけども、弾圧を進めていくと。それは南進派とか、それからこのシパという別の派閥があるんですけども、そういったこの派閥のこの人物がここに入っているがゆえに、そういった天主教への弾圧というふうにつながっていきます。1805年にこのチョンスンワンフですね。チョンスンワンフが亡くなっていくんですけども、60歳という年で亡くなっていきます。
で、その後なんですけども、スンオンワンフ、こちらに書いていますけども、スンオンワンフが、この、アンドン・キム氏の背景があるがゆえに、このアンドン・キム氏を中心とした、この主導の政治になっていきます。スンオンワンフは、この、スンジョの、性質なわけなんですけども、こういったところから、徐々に、この外籍を中心として、外籍がこの政治に関わってくると。関わるだけではなくて、主導していくというような政治。要するに、政党政治が中心になっていきます。今までは党派で、この争いっていうんですかね、闘争を繰り返しながら、そして政治が動いていくというような形ではあったんですけども、今後、この19世紀においては、特定の家紋ですね、アンドン・キム氏を中心として、この政治が動いていくというような形になっていきます。これが次の24代王、ホンジョンとか、それから25代王のチョルチョンの時まで続くという3代にわたってこの政党政治が中心となっていきます。そんな中において、この科挙というものも有名無実になっていくというような動きになり、そしてこの賄賂を通して科挙に合格するようになっていくというような賄賂が横行していくというようなこの社会の風潮になっていきます。それからここに売官売職というふうになっていますけども、要するに管理やこの職、要するにヤンバンですね。ヤンバンをお金で買っていくというような流れになっていきます。ある人はこのチョッポというですね、家系図、韓国の家系図というものを買うことによって自分のこの家計がヤンバンになっていくというようなこの風潮になっていったりとか、それから貧富の差が激しくなっていったがゆえに、お金を持っている人はこのヤンバンのこのチョッポ家系図をですね、買っていくと、お金で買うというようなこの流れになっていくんですね。なんと人口の半分がヤンバンになっていたというようなこの世の中になっていくんですけども、それに対して貧しいこの農民たちがどんどんこの疲弊していくと、そして食べ物もなくなっていったりとか、税金が払えなくなって、そして流民になっていくというようなこの社会の風潮の中で、世直しへのこの運動が徐々に動きが見えてきます。この農民の負担が増していく中において、ホン・ヨンレイというですね、もともとヤンバンの出身の人物がこの反乱を起こしていくと、これがこの朝鮮全土をこの巻き込む、そのような大きな乱として、反乱として動きがなされていきます。それが1811年に起こっていくんですけども、それと同時にまたコレラがですね、伝染病の流行が発生したりとかいうですね、社会不安が起こっていくというようなところにおいて、政治、それから社会、そして様々なこの流行病によって社会不安というものが起こっていく中で、このスンジョですね、もともとはチョンジョのその業績をなんとか改革を進めていこうと、引き継いでいこうということに、気を使っていたんですけども、こういったところからとても過労死ですね。過労がどんどん重なっていくことによって、健康が悪化していったと。そして、どんどんこの無気力になっていったというんですね。それは若い時から、20歳の時から、病気があったんですけども、とてもこういった重責、こういった社会の不安の中で、お子様として即位するのが大変だったとも言われています。では、どうしたらこれを突破することができるかということをスンジョは考えたわけです。それでは、このスンジョがどのようにしてこの突破口を開いていったのかということが、このヒョミョンセジャですね、イオンを起用していくというような展開になっていきます。まずはじめに、アンドン・キム氏を牽制するために、プヤンチョウ氏、こちらに書いていますけども、
北条長子と書きますね。プヤン長子を徴用していくという方向で、セジャービン、要するにこのイオンの性質として迎えていくわけです。そうすることによって、アンドンキム氏に対抗する長子を、この起用する中で、徐々に力を弱めていこうというところですね。それから1827年にヒョミョンセジャを代理の政治の役割に任命するわけです。代理調整として任命します。でこの時にヒョミョンセジャは19歳、イオンは19歳であったんですけども、それに対してこのイオンは受け止めて、そして自分が政治をお父さんの代わりになって、そして始めていきますというような誓いをしました。これのドラマにもなっていますけども、たくさんの重鎮たちがそれを見て、そんなにうまくいくはずはないというふうなことを思って、内心では思ってはいたと思うんですけども、実際には様々なこの改革、政治の手腕を発揮したと言われているわけですね。で、このヒョミョン聖者に対して代理政治を行ったというのは、4条の時ですね。佐藤聖者に対して行ったものととても似てはいるんですけども、4条の時は自分がこの操るような形で、そして干渉をたくさんしていったがゆえに、佐藤聖者はとてもそれに対して、プレッシャーを感じていたんですけども、今回の場合は、ヒョミョン聖者に対して完全にこの尊女が政治を任せるというようなところになっていくわけです。これは何よりもこの聖者に対する大きな期待をかけていたというふうに考えられることができるわけです。なぜならば、このヒョミョン聖者、イオンはとても頭脳明晰な子供であったというんです。ソンギョンガンという大学に8歳で入学していくというところで、これを記録した絵まで作っているわけです。それぐらいですね、親としてとても嬉しかったし、そして期待も大きかったというわけです。それから、チョンジョにとても似ているとも言われているわけです。おじいさんに当たるんですけども、そういったこのチョンジョの時も、たくさんの試練の中にあったとしても、勉学に励み、そして、たくさんのこの行事を行いながら、そして政治をうまくまとめていった、そういった人柄だったんですけども、とてもそのイオンはそれに引き継いでいるというようなところです。それから400種の詩を残していくぐらいですね、詩人でもあったと言われているわけですね。そういったこの政治の手腕を徐々に発揮しながら、なんと彼はこの政治をどのようにして動かしたかというと、こういった宮中の音楽や宮中の舞踊といったところにおいて、このアンドン・キム氏を牽制しながら自分のこの政治をうまく展開していくわけです。彼はこういった指揮指導をするだけではなくて、彼自身も専門家であったというんですね。ですから、たくさんのこの祝賀の行事、お母さんの祝賀や、そういった行事においても、自ら演奏したり、そして演奏するためにたくさんの準備をして、そして、宮中において、こういった舞踊や音楽を、大々的に今展開していったというところですね。これによって、改革の一つの手段ということで、あったんですけども、新人、ウィケというこういった記録に残ってもいるわけです。この記録には楽器であったりとか、舞踊の様子であったりとか、それが詳細に記載されているわけです。こういったところを見ると、とてもこのヒョミョン聖者、イオンに対する、お父さんの期待というものも、徐々に高まっていかざるを得なかったと思うんですね。そういう中で、うまく人事が改革に成功しつつあったわけです。それから北学派というこの実学派ですね。実学派のパクチオン、前回のビデオにもありましたけども、パクチオンの実学の孫がパッキュスという学者がいますけども、彼とたくさんの交流をしながら、彼を起用していこうというような矢先であったわけです。ですから、よく言われているのは、彼がもし、このまま王様になり、そして長い間、この朝鮮を治めていったならば、新しい時代を準備して、
そして、実学が定着しながら朝鮮がもっといい方向に行ったんではないかというようなことを言っている学者がたくさんいます。1830年に突然彼は滑血をします。血を吐いてしまうんですね。それを見て、この病気であることがわかるんですけども、彼はなんと自分が病気であることに対して、自分自身で治療をしていこうというぐらい、その医学に対する、知識もたくさんあったと言われています。直接処方をしながら、そして自分自身がその健康を維持していこうということですね。それと同時に、毒殺をなんとか防ぐというようなところもあったわけですね。他人がですね、何か薬を処方することによって、それが毒が入っているという可能性もありますから、自分が直接処方したというところにもなります。前回のチョンヤギョンの話にもありましたけれども、チョンヤギョン自身も薬に関する知識も多かった学者であるんですけども、なんとこの時にチョンヤギョンが看病に来て、そしてこのそばにですね、イヨンのそばにいて、そして看病したという話もあります。しかしながら、22歳の時に亡くなっていくわけなんですね。とても若くして、政治を任せながらも22歳という若さで亡くなっていくわけです。たくさんの期待をあった、そういった状況の中において突然の死が、お父さんの悲しみがいかに深かったということがわかると思います。その孫女が残している言葉の中に、私のような悲惨な王様が今までいただろうかと。たくさんの王様が朝鮮にはいますけども、その中でも自分自身がこういった境遇の中で子供を先に送らなければならない、そういった悲しみは、私しかなかったんではないかと。こういった現実を受け止めることができずに、これは自分が何か夢でも見ているのではないかというようなことで話したとも言われているんですね。そしてなんとその後に次々と3人の彼の孫女の娘が死亡していくわけなんです。このソヒョンセジャ、イヨンはとてもこういった兄弟思いでもあったというんですね。そういう中で一気にこの自分の息子娘を失った孫女の悲しみがここにおいて広げてられていくわけです。で、1833年に結局孫女も45歳で崩御、亡くなっていくわけなんですね。次々とこういった悲劇が行われる中において、孫女の孫、要するにヒョミョンセジャの息子がいたんですけども、この息子がホンジョンという息子です。ですから、ヒョミョンセジャにおいては、たくさんの政治を行い、そして成果も出しながら、そして自分の持っている能力、この宮中音楽や宮中舞踊の専門家として展開しながら、自分の息子まで生まれていった、そういったうまくいく中において、突然の死というものは、本当にこの朝鮮だけではなくて、孫女において大きな悲しみとなって残っていったわけです。結局はこのホンジョンが即位して、なんと8歳において即位するわけです。この後、先ほども申しましたように、アンドン・キム氏を中心とする世道政治が、この外籍による政治がまた始まっていかざるを得ない状況になっていくわけです。はい、今日は23代王の孫女、そしてその後継ぎセジャでありますヒョミョンセジャ、イヨンについてのお話をまとめてお送りいたしました。長い間ご視聴ありがとうございました。今後ともご視聴いただきまして、チャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。